여러분 안녕하세요. 가요입니다. 皆さんこんにちは。カヨです。바다가 보이세요? 예쁘죠? 今日は外に出てきました。날씨가 너무 좋아서 나왔습니다. はい、皆さんに海をお見せしたくて、今日は天気も良かったので、外で撮影しています。はい。で、以前不安解消についてのお話をさせていただいたんですけれども、今回はちょっとその第2弾みたいな感じで、お話をしていきたいと思います。はい。ご相談いただいたお話の中で、韓国留学に来年はぜひ行きたい。で、その行くにあたって1週間にするか1ヶ月にするかを悩んで私に相談をされたんですけれども、最初は1週間か1ヶ月って言ってたのに、実は1年ぐらい本当は長期で行きたいっていう望みが出てきたんですよ。こう引っ張り出していくとね。でそこでいろいろ気づいたんですけれども、皆さんも自分のこの生活している中ですごい制限がかかった状態で、この制限の中で何とかしようってしてるように感じがしたんですよね。そこで皆さんもなんですけど、もし、留学に限らずね、他にもたくさんやりたいこととかいっぱいあるじゃないですか。私もいろいろまだまだやりたいことがあるんですけど、やっぱりお金の問題って一番大きいかなって思うんですよね。そこで例えば500万円ぐらい自由に使えるお金があったらどうしますかって聞いたんですよね。そしたら1週間や1ヶ月どころじゃなくて本当に1年行きたいっておっしゃったんですよ。だから皆さんも本当に自由に使えるお金が500万円ぐらいあったら何に使いたいですか？他に何かそれに抵抗がある場合、何が自分を止めてますか？それをできればコメント欄に書いてもらいたいなって思います。例えばみんなの前で歌いたいけれどもそれほど上手じゃないし、みんなに聞かせられるほどでもないって思ってたりとか、絵を描いてそれで生活していきたいけど それが難しいとか、そういうこともいろいろあるかなって思います。何が言いたいかっていうと、今生活してる中で自分が自分のことを制限してるっていうのをまずは認識してもらいたいなって思ったんですよ。彼女のように今の状況からだと1週間か1ヶ月しかない、そのチョイスしかないって思ってるんですよね。でも本当はどうしたいのって自分の中からいろいろと引っ張り出していくと、本当は1年行きたいっていうのが出てくるんですよね。だから自分が本当に望んでいるものを認めてあげるところからまずは第一歩かなって思うんですよ。欲を出したらみっともないとかがめついですとか、なんか日本人の中にあるじゃないですか。なんか謙虚であるのが美しいみたいな。だからそういうものにすごい囚われてる方が多いんですよね。だから今自分の生活の中にあるそれ以上を望んじゃいけないっていう風に自分を制限してる方がすっごい多いなって思うんですよ。だからその自分の範囲の外にある望み、絶対無理だろうって思ってても、まずは望みがあるっていうのを自分で認めてあげるのがまず最初かなって思いますね。で、望みを受け入れてあげるんですよ。認めて受け入れる。例えば彼女の場合は1年留学行くのは絶対無理って思ってたんですよね、最初は。でも1年行けたら嬉しいなって言った時、すっごいもう目がキラッキラしてたんですよね。だからそれができたら本当に魂が喜ぶと思うんですよ。でそれを受け入れた時点で、そこからいろいろと道が開けてくると思うんですよ。
お金が心配だから多分1年は無理みたいな感じだったんですけれども、行ってもいいかもって自分で自分に許可が出た時に、じゃあこうしたらいいかもこうしたらいいかもっていう、なんかサポートが入ったりとか、誰かから援助もらえたりとか、あとは今まで気づかなかったなんかちょっとアルバイトみたいな、留学しながらお金が稼げる方法っていうのも出てきたりとかするんですよね、意外と。例えば私の話なんですけど、私が20年前にアメリカに留学行った時に学費を払って、で交通費使ったりしてるうちにやっぱ減るじゃないですか。100万円だけ貯めて、そこから飛行機代、片道の飛行機代を引いて、その残りで生活していかないといけなかったので、これは大変だ、どうにかしなきゃって思ってたんですよ。そしたら最初はダウンタウンって言って、この繁華街にある学校に行ってたんですけど、少しちょっと繁華街うるさすぎるし、なんかちょっと危険な人もね、ホームレスもいっぱいいたりとか、あんまり私の好みじゃないなと思って他の学校を探したんですよね。そしたらすごい静かな住宅街に英語学校があって、でそこに転校することにしたんですよ。そしたらそこの学校に入った途端に、事務所の仕事をする人を探してますっていう話が耳に入って、その事務所の仕事をする代わりに学費がタダになりますっていうことだったんですよね。私もすぐに飛びついて、本当はアドバンスクラスって言って一番上級のクラスの生徒しか雇わないっていう状況だったんですよ。でもたまたま私が転校してすぐの時はアドバンスの上級のクラスでやりたいっていう人がいなかったんですね。で仕方なく私中級の方に入ってたので、その中級のクラスに聞きに来てたんですよ、事務所の人が。私も速攻手挙げて、やりますやりますやりますとか言って、そしたらその仕事をすぐにもうあっさりゲットできて、で学費がその学校を卒業するまでずっとタダでした。はい、こんなことも起こるんですよ。だから自分の望みを素直に、本当に何の制限もなかったら、何がしたいですか、どういう人生にしたいですかっていうのをお得意のノートにメモでもいいですよ、全然。そういうのに書き出して認めてあげる、受け入れてあげる、それだけでもいいと思うんですよ、まずは。でその後に、じゃあこれをできないと思っている自分の制限、それは何だろうっていうのをまた引っ張り出していくと、意外と書き出すだけで、これ大丈夫だったっていうことに気づいたりとか、私みたいになんかこう降ってくるっていうんですかねなんか幸運なことが降ってきたりとかもするんですよ。で私はこういうことを今までの人生でちょこちょこ体験してるので、まずは素直に自分が本当に本当に本当に心の底から望んでいること、それを正直に素直に、別に誰に認められる必要とかそんなのないので、そういうのを本当にちょっと書き出してあげてほしいなって思います。まずはそこからかなって思いますね。ということで、はいこんな話で役に立つかどうかわからないんですけれども、参考にしていただけたら嬉しいです。그러면 오늘은 여기까지. 안녕히 계세요. さよなら。